皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の5月の6日月曜日ですね。時間がほぼ予定通りでして、日本時間の夜の8時44分ということで、今日の月曜日の放送を始めたいと思います。長い長いですね、10日間のどうしようもない、政治的に利用されたゴールデンウィークというのがようやく明日から正常化するということで、私はできるだけ関係なくですね、自分の休息日休日は暦通りやるということで、やっております。今日のワイワイニュースライブは通算2771回目ですね。ということで、ツイキャステレビで一元放送、今のところ音声も映像もですね、問題ないということですね。今日のメインテーマですけど、ここにアップしましたように、あなたは漢字やむを読めますかと。この漢字が読めずにごまかした日本の首相は、対する天皇皇后の末永い健康を願ってやみませんを末永い健康を願ってませんと読んで重大ミスを犯したというのが今日のメインテーマですね。こんなくだらないメインテーマを取り上げなくちゃいけないという情けないですね、安倍晋三。要するに漢字が読めない、無知だと、バカだということなんですね。でこんなやつの失敗をいちいち我々が追っかけなきゃいけないと。なんでこんなバカをですね、もう7年以上の日本の最高権力者に押し上げてんのかと。なんで我々は彼を打倒できないのかということを真剣に考えないとダメですね。ということで今日の放送を始めたいと思います。最初はですね、最新のお知らせで、先週の金曜日放送をお休みして、5月の3日ですね、午後0時、正午から午後5時まで5時間の長丁場だったんですけど、東京青山のウィメンズプラザというところで早稲田クノリクルが主催して、シンポジウム日本の共犯者たちは誰だと、権力とマスコミというシンポジウムに参加してきたということなんですね。で会場は300名のところだったんですけど、もう満員で、非常に盛況でしたね。で3部構成で第1部がこの映画共犯者たちという映画、私、前に見たんですけど再び見てなかなか素晴らしい映画なんですね。でここに映ってるこの映画を作った監督ですね、文化放送 MBC、 韓国の MBC のディレクターだったんですね。ドキュメンタリー番組、PD 手帳という非常に人気のあるドキュメンタリーのプロデューサーだったんですけど、彼はイ・ミョンバク政権が送り込んだ御用社長によって、他の人たちと共にですね解雇されたんですね。しかしですよ、この方が現在、これがそうなんですけど、私知らなかったんですね。でこのシンポジウムで初めて知ったんですけど、このチェ・スンホさんがなんと古巣の MBC 放送の社長になったって言うんですね。すごいですよ。2017年12月ですからもう1年半ぐらいなんですけど、彼が日本では到底ありえないですよね。NHK の会長に NHK を追ん出された、解雇された人が会長になるということは日本では絶対ありえないですけど、韓国ではありえるんですね。ということでこの
チェ・スンホ監督が現在、MBC 放送文化放送の社長になったということなんですね。そして、3枚目の画像ですけど、これが今日のメインテーマになる、国民の代表として安倍晋三首相が国民の字を読み上げてる図と写真ということなんですね。でその背後に、国会議員とか閣僚とかですね、全国の県知事等々216名が後ろにいるという中で、彼は国民の字というのを読み上げたんですね。で今日のメインテーマ、まさに彼はこの漢字が読めなかったためにごまかしたと。ごまかしたために、本来の意味の全く真逆なことを口走っちゃったということなんですね。でこのことを日本のマスコミは例のごとく一切封印していると、隠しているということなんですね。それから4番目がこれ韓国なんですけど、韓国でいわゆる基本所得といういわゆる農業所得とか子ども手当とか青年手当とかといういわゆる基本所得の導入が実験の段階からかなり本格化しているということで、これハンギョレ新聞の記事の中に掲載されてた地図なんですね。でちょっとこれ、細かくて見れない読めないかもしれないですけど、例えばソウル若者手当、毎月50万ウォン、最大6ヶ月、50万ウォンということは5万円ですね。毎月5万円を若者手当としてソウル市が支給すると。から経機動若者基本所得、年間100万ウォン10万円、経機動農民所得制度、これはまだ未定なんですね。それから回収軍っていうんですかね、農民基本所得税、年、60万ウォン6万円ですね。から中西南道農業環境実践事業支援金、年間36万ウォン3万6千円。から扶養軍農民手当、年間50万ウォン5万円。から公民軍農民手当、年間60万ウォン6万円。全羅南道農民手当、これ未定ですね。鎮東軍高齢者小農直払い金、年間40万ウォン4万円。海南道農民手当、年間60万ウォン6万円。全羅北道公益型直払い制未定のから交通軍田畑経営安全式、年間70万ウォン7万円ということで、地方自治体がですね、道州制の道とかソウル市大都市が中心になってこのような基本所得制度を導入し始めたと。日本ではこんな動きは全然ないですね。というのが今日の画像です。そして今日の映像ですけど、今日のあれをちょっとあれですね、アップしましょうね。先週金曜日のシンポジウムに参加してきましたということで、300名で非常に盛況でしたね。で3部構成だったんですね。で第1部はこの共犯者たちを上映したんですね。で第2部で、
韓国からいらした2人のゲスト、チョン・スヨンさんという、日本に7年半留学して日本語ペラペラなんですよね。で現在、聖金関大学の放送学科研究教授をされている方。この方と、それからもう一人 KBS の記者ですね、イ・ジンソンさん、ジャーナリスト、韓国公共放送 KBS の記者ですね。このお二人の講演があったんですね。各人が20分ぐらいの講演があったと。そして3番目が、パネルディスカッション。これはこの韓国のお二人プラス早稲田クロニクルの編集長渡辺誠さんと、から編集幹事の木村秀明さんと、この4人のパネルディスカッションがあったということなんですね。マイナス6。ということですね。それでこのシンポジウムに参加して、いろいろ考えたことをですね、今週明日かあるいは木曜日かなんかのメインテーマとして取り上げたいと。特にですね、韓国と日本で、いわゆる権力側からの報道弾圧、報道干渉というのがあるわけですけど、それに対する戦う姿勢がどうして各も違うのかという点が、このパネルディスカッションのメインテーマだったんですけど、私なりにの考えをですね、ちょっと取り上げてみたいなというふうに思ってますんで、ご期待くださいということですね。それから今日の画像ですね、チェ・スンホさんが MBC 文化放送の社長になっちゃったという、日本では到底ありえないことが韓国ではありえるんですね。それからチェ・スンホ監督からニュースタパが制作した共犯者たち、このポスターですね。そして安倍晋三のバカがですね、漢字が読めなかったために、ごまかしたために、本来の意味と全く真逆なことを国民を代表する国民の字の中で言っちゃったという大変なミスを犯したんですけど、日本のマスコミは一切それを追及しないということですね。令和新選組にかけた山本太郎の決意を忖度してみるという反戦な家づくりさん、砂作りさんですね。それと韓国で、地方自治体が主導して、基本所得税を導入しているという記事に載ってたですね、図ですね。はい。ということですね。皆さんからのコメント、
砂月にさん、先ほど読みましたね。それとアフターマッチさん、コンティニューコインですね。砂月にさん、コンティニューコイン2枚ですね。砂月にさん、今日のメインテーマリツイートしてきまして、ただいま配信中。カットメンさん、バカって笑うという、本当バカだからね、あいつは。初耳さん、コンティニューコインが12345枚ですね。いつもありがとうございます。大量のコンティニューコインいただいて、配信ありがとうございます。からカットメンさん、コンティニューコインですね。石森さん、山崎康彦氏、ワイワイニュースライブ配信スタートしました。初耳さん、ワイワイニュースライブ配信中というところ、今日のメインテーマですね。をリツイートしてくれました。石森さん、コンティニューコイン配信ありがとうございます。それとこの放送の前にですね、砂ずきんさんからのコメント、我が亡き後に洪水を来たれと、マスコミに載らない海外記事と、5月6日付ですね。今日付か。ということですね。というのが皆さんからの現時点での最後はクララさん、コンティニューコイン、それからコンティニューコイン、韓国そうなんですねと、今夜も情報ありがとうございますということですね。ということで、あと今日の映像ですね。これは今日のメインテーマですけど、4月30日に、宮中聖堂、宮中聖堂で行われた正殿歌、正殿歌、正しいとの大礼正殿の儀という映像がですね、首相官邸が配信してるんですね、YouTube で。この中の、全体で20分ぐらいの映像なんですけど、安倍首相が国民の字を読むのを一時やめてですね、そして、ごまかすためにはしょったんですね。で、末長い健康を願っていませんと読んじゃった。この場面は10分55秒の時から始まりますよということで、この映像をぜひ、見てください。最初はすごい、意気健康で安倍晋三はこの国民の儀を読み始めたんですね。声を高くして。そしたら最後の2行の文章のところで止まっちゃったんですよ。なぜかというと、漢字が読めなかったからということなんですね。要するに元の文章は天皇皇后の末永い健康を願ってやみませんという文章なんですけど、やむっていう字が漢字だったんでルビが振ってないということで読めなかったんですね。それで彼はその前で止まっちゃって、それでかなり動揺した感じで、で気を取り戻して、そのところをはしょって、願っていませんと言っちゃったんですね。天皇皇后の末永い健康を願っていませんというふうに読んじゃったんですね。で彼はそのまま平然と何のミスもないという態度で、終えたということなんです。でその後ですね、日本のマスコミはこのことを一切隠蔽して誰も批判もしないし言及もしないということなんですけど、この YouTube ライブ、首相官邸自身が配信したこの中に、最初から10分55秒ぐらいからですね、彼が読み間違ってごまかしたために全く真逆な意味の健康、末永い健康を願ってませんというふうな発言しちゃったんですね。これは誰も否定できない確たる証拠になっちゃったんですね。
ぜひ、この YouTube 映像ご覧ください。タンさん、コンティニューコイン。最後の2行で読み伴った。何故か、それは安倍がバカだからという、要するに無知なんですよ。漢字が読めないんですよ。まあ、この後のお話はメインテーマの時に、したいと思います。今日の映像ですね。で、今日の推薦映画ですね。これはチェ・スンホ監督、ニュースタパ制作した共犯者たち、記者が黙った国が壊れた、この映画なんですね。で、一件だけ現在もキネカ大森っていうところで、やってるんですよ。ぜひこれ、ぜひ見ていただきたい映画なんで、ご紹介しますけど、品川区南大井声優大森店の5階にあるらしいですね。ああ、マイナスよ。映画 .com。 これですね。記者が黙った、国が壊れたと、いいタイトルですよね。ということで、解説、イ・ミョンバク・パククネ政権の9年間にわたる言論弾圧の実態を告発した韓国製ドキュメンタリーということなんですね。この弾圧した2人が今、権力犯罪を摘発されて、2人とも第一審で有罪判決を受けたんですね。でパク・クネは24年間、一審では24年の懲役、イ・ミョンバクも一審で、20年かなんかのあれで、まさに権力犯罪を摘発されて、刑務所にいると。イ・ミョンバクはなんか釈放されたらしいですけどね。これはぜひ、見ていただきたいと。で、2008年、米国産牛肉 BSE 問題などの報道によって国民の支持を失いかけたイ・ミョンバク政権は公共放送 KBS と公営放送 MBC をターゲットにメディアへの露骨な介入を開始したと。本当露骨なんですよね。検察に逮捕させたんですね。いわゆる政権批判をする番組を作ってるプロデューサー、ディレクター、司会者、ひどいもんですよ。で、政権に批判的な経営陣は排除され、調査報道チームは解散、記者たちは非政策部門へ追いやられたと。だから多くの人たちが報道の現場から外されて、なんかスケートリンク場の管理やらされたりしてるんですね。で、両国の労働組合はストライキで対峙したものの、政権が送り込んだ新たな経営陣や解雇や懲戒処分を繰り返し、検察も容赦なく、ストを弾圧と。本当、検察警察は政権寄りですよね。露骨なほど。
えっ、とで両局は政府発表を報じるだけの広報機関となったらそれでも諦めない本物のジャーナリストたちがいたということですね。自身も12年 MBC を不当解雇されたチェン・スンホ監督と非営利独立メディアニュースタパ、すごいですよね。戦うんですからね。取材班は韓国のジャーナリズムを骨抜きにした主犯と権力に迎合した放送業界内の共犯者たちにカメラを向け、その実態と構造を明らかにしていくと。素晴らしい映画ですよ。ということで、ぜひ、キネカ大森っていうところで、まだやってますんで、ぜひ見てください。ということですね。今日の注目情報ですけど、このチェ・スンホプロデューサー、会食から1997日ぶりってことは、6年以上、MBC 社長として復職したという、これ、ハンギョレ新聞の2017年12月7日、これ知らなかったんですけど、こういう記事がちゃんと出てたんですね。で、韓国の KBS っていうのが公共放送なんですね。この MBC 文化放送っていうのは公営放送なんですね。ちょっと違うんですね。KBC の方が KBS かの方が国が直接管理運営すると。で、文化放送の MBC は公営ですから、よりなんか国が直接よりも公的な機関があって、そこが運営管理するという違いがあるみたいですけど、まあ、イ・ミョンバクの場合はどっちもですね、御用社長を送り込んで徹底的に弾圧したんですね。それでこの公営放送 MBC の場合は社長候補に、チェ・スンホさんは手を挙げたんですね。立候補できるんですね。で、12名いた立候補の中からその公営、文化放送振興会と、ここがMBC のいわゆる経営管理を実際行っているところなんですけど、そこが社長を決めるということで、12名の候補者の中から最終的にチェ・スンホさんを決めたということなんですね。それでこの記事の中でチェ・スンホ新社長の最初の業務は解雇者の払拭になると見られるということなのね。そして次にチェ氏はまた1日の社長候補者公開政策説明会では過去の腐敗と権力乱用などを集中的に調査し、徹底して責任を追及する労使共同再建委員会の構成を約束したと。いいですね。ですからそれからもう1年半ぐらい経ってますんで、MBC の中で大改革を彼は強力に推し進めてるんでしょうね。
ということです。日本ではありえないですね、こんなことね。やはり政権交代しないとダメなんですよね。ということで、文ちゃんさん、ケーキですね。美味しそうですね。それから砂ずきんさん、安倍氏とそっくり、佐藤栄作、退任記者会見、72年と。これは、彼は、あれでしょう。退任記者会見の時に、かなりあれじゃないですか、取材記者に当たり散らしたんじゃないですか。ということで、次にですね、推薦図書を読むところなんですけど、最初にあれですね、メインテーマをやった方がいいですね。今日のメインテーマですね。あなたは漢字やむを読めますかと。いや、やむっていう字、これ読めなかったんですね。この漢字が読めずにごまかした日本の首相は、対する天皇皇后の末永い健康を願ってやみません。このやむ、願ってやみませんの時に使うんですね。を読めないから、末永い健康を願っていませんとはしょっちゃったんですね。と読んで重大ミスを犯したということなんですね。で最初は非常に勢いよかったんですよ。彼は大きな声を張り上げて読んでたんですけど、最後の2行目の文章で自分が読めない「やむ」という漢字が出てきたんで、止まっちゃったんですね、その直前で。でかなり動揺した感じで、すぐに気を取り戻して彼一流の要するにごまかしですよね。ですからこの部分を飛ばしちゃったということで、飛ばしたから結局逆の意味になっちゃったと。願ってやみませんというのを願って、いませんになっちゃったんですね。で日本のマスコミは安倍首相が犯したこの重大ミスをいつものように完全に隠蔽していると。この重大ミスは2019年4月30日に宮中正殿というんですかね、正しい殿とので行われた昭仁天皇の退位の儀式、退位礼正儀の正殿の儀、退位礼正殿の儀の最後に安倍首相が国民を代表して国民代表の字を読んだ際に起きたと。国民代表の字を声高に読み進めていた安倍首相は、最後から2行目の言葉、天皇皇后両陛下には末永くお健やかにあらせられますことを願って、で突然、困惑した表情を見せて読むのをやめたんですね。なぜならばこれに続く言葉「やみません」にルビやが振ってなかったんで、読めずに立ち往生してしまったと。ですぐに気を取り戻した安倍首相は、末永く健やかであらせられますことを願っていませんとごまかして強行突破した。その結果、本来の意味、皇后両陛下には末永く健やかにあらせられますことを願ってやみませんが、皇后両陛下には末永く健やかにあらせられますことを願っていませんと真逆な意味となっちゃった。で国民を代表して国民代表の字を読んだ安倍首相は、自分の無知をごまかした結果、対する天皇皇后の末永い健康を願ってないと読んで重大なミスを犯したんだということですね。それで下記にですね、本来の国民代表の字全文をアップしたんですけど、この問題の箇所はやみませんというのはひらがなになってるんですね。でも安倍首相が読み上げた国民の字の紙にはですね、なぜか
やみませんが漢字で書かれ、ルビも振られてなかったと。だから読めなかったんですね。これはなぜかと。私の憶測ですけど、安倍首相の独裁に反感を持つ官僚の攻めともの抵抗だったんじゃないかと。おそらくそうですよね。だからもともとは健やかにっていうところは健康の功に健やかっていうルビが振ったんですね、この原文にも。それで願って、やみませんはひらがなになってるんですね、漢字ではないんですね。でも安倍が読んだ国民の字の紙にはですね、漢字が書かれててルビが振ってないということは一体何なんでしょうということで、私が考えるには安倍の日頃の独裁、に対する反感を持っているこの文章を書いた官僚がわざとですね漢字にしてルビを振んなかったと。表向きはひらがなにしたということじゃないかと思うんですね。江戸時代なら切腹者と。戦前だったらあれでしょう、即罷免でしょう。天皇皇后の健康を願っていませんと、読み間違えましたって言って、すいませんと謝って済むんじゃないでしょうね。内閣総辞職でしょうね、戦前ではね。戦後はこのこと自体をマスコミに、報道させないと、何事もなかったかのように振る舞うというのがでしょうね。カットメンさん、だとしたらざまですねと。ということで、国民代表の字全文では確かにそうなんです。願ってやみませんというのはひらがなに書いてあるんですよ。ということです。今日のメインテーマのポイントだけちょっとアップしますかね。重大ミスを犯したと。で画像があるんですね。先ほどお見せした画像、最初はすごい勢い良かったんですよ。最後の2行のところで止まっちゃったんですね。そして、動揺したんですね、字が読めない。で彼はいつものように強行突破したということで、そこのところを飛ばしちゃったんですね。日本のマスコミは隠蔽していると、いつものように。この重大ミスはいつ起こったかというと、4月30日、昭仁天皇の退位の儀式、退礼、昇殿の儀の最後に安倍首相が国民を代表して国民の代表の字を読んだ際に起きたんだ。国民の代表の字を声高に読み進めていた安倍首相は、最後から2行目の言葉、天皇皇后両陛下には末永く健やかにあらせられますことを願ってで、突然困惑した表情を見せて読むのを止めたんですね。それまでは意気健康で声高にですね読み進めたんですよ。突然止まっちゃったんです。なぜならばこれに続く言葉、
やみませんにルビが振ってなかったんで読めずに立ち往生しちゃったと。天皇皇后の健康を願ってやみませんというやむっていうのが読めないから、そこを全部はしょっちゃって、願いませんというふうになっちゃったんですね。すぐに気を取り戻した安倍首相は末永く健やかに、健やかであらせられますことを願っていませんとごまかして強行突破しちゃったと。で、その結果本来の意味、天皇皇后両陛下には末永くお健やかにあらせられますことを願ってやみませんが、あらせられますことを願っていませんと真逆な意味となっちゃったと。彼は当然気がついてるんですけど、ごまかすのがうまいですから、平然と自分がミスったことを悟られないようにしたと。で、国民を代表して国民代表の字を読んだ安倍首相は、自分の無知をごまかした結果、対する天皇皇后の末永い健康を願っていないと読んで重大なミスを犯したんだということなんですね。で、私の疑問なんですけど、下記の国民代表の字全文では問題の文章、末永くお健やかにお健やかであらせられますことを願ってやみませんと、やみませんがひらがなに書いたんですね。でも安倍首相が手にした紙にはやみませんが漢字になってて、ルビも振られてなかったと。これは一体どういう意味があるんでしょうかということで、私が思うには、日頃の安倍の独裁に対して批判的な官僚がですね、わざと安倍の無知をさらけ出すために、この願ってやみませんのやみませんを漢字にしてルビをも振んなかったと。だからせめてもの官僚の抵抗だったんじゃないかというふうに私は思いますね。砂月さん、国民代表の字、国民代表首相を辞任になることを願ってやみませんと。いいですね。だから辞任だけじゃなくて、安倍晋三首相が国家権力犯罪容疑で逮捕され、裁判を受けて一生刑務所につながれることを願ってやみませんということじゃないですかね。お茶、国民は安倍バカがいつまでも総理でいてほしいのか嘆かわしいということですね。炭酸ですね。ということで、今日のメインテーマです。ぜひ皆さんネットを使って情報拡散してください。彼の首を取りましょうということですね。必死に隠しますからね。ということで、今日のトピックスですね。1番目、米軍訓練、欧州4カ国は法規制、日本は口出しできず、沖縄県調査。これ毎日新聞で非常にいい記事なんですけど、毎日は自らの首を絞めてですね、会員限定の有料記事にしてて、
最初の3行ぐらいしか読めないですね。こういう大事な記事こそ無料で公開すべきなんですよ。国民の真実事実を知る権利を保障するのがお前たちマスコミの務めだろうと。それを、金が欲しいからちょっとだけ見せて、あとは金払わないと見せないよと。こういう商売系丸出しのですね、特に毎日新聞ひどいですね。まあ自分の首絞めてそのうち解体されるでしょうね、毎日新聞で。まあこの記事、なぜ日本だけ、欧州4カ国、これドイツとかイタリアからどこ、ドイツ、イタリア、イギリス、キプロスとかなんか、これもどっかっていうのは記事が最初のところでしか読めないから分かんないよね。本当毎日新聞というのは自らの首を絞めてると思いますね。こういう重要な記事、他のどうでもいいな記事は有料化していいですけど、こういう国民全員が知るべきような重要な記事っていうのは無料開放すべきなんですよ。もともとしてたんですよね。今は金払わないと見せない、読ませないよという露骨な金儲け主義に走ってるから、ただでさえ定期購読月3000円以上払って、年間3万6000円も払ってわざわざ毎日新聞読むかって言うんですよね。でこの記事なぜトップに持ってきたかというと、まさにこの世界だからです。日米合同委員会で全部決まっちゃってるから、米軍の言うことそのまま日本政府は御用聞きみたいにして聞いてくるということなんで、米軍の訓練、に対して欧州4カ国は法規制、それぞれの国の国内法で規制しているにもかかわらず、日本は何の規制もないと。なぜかというとこれだからです。まさに日米合同委員会だからです。このことを毎日新聞は書かないんですね。だから二重の意味でダメなんだよね、毎日新聞ね。まあ早晩潰れるでしょうね。産経が潰れて次は毎日でしょうね。日米合同委員会のこと誰も書かないですよね。これタブーなんでしょうね。ナカン3193コンティニューコインですね。日本はあれですよ、ナンバー1の総理が安倍のバカで、ナンバー2の麻生も漢字が読めない漫画ばっか見てるバカ。だから本当バカが国家権力の中枢を握っちゃってるという悲劇そのものですよね。それから2番目、これ警視庁通信傍受用のパソコンを配備と、6月の法施行前にということで、これも有料記事なんですけど、でこれはかなりの部分が読めるんですね。これ朝日、せめてこのぐらい読ませろと、半分ぐらい読めるんですよね、重要なやつは。マイナス6。だもう警察の中で、通信を傍受できる体制を整えたということでしょ、警視庁。こんな政権早いとこもう打倒しないといけないんですよね。やりたい放題ですからね。
それからこれハンギョレですね。ハンギョレは全部読めるんですよ、ただで。安倍首相2020年に会見する気持ちには変わりないと。日本の世論は反対、優勢ということで、ハンギョレ新聞ですね。だからハンギョレ読んでた方がどういう情勢かっていうのはよくわかるんですね。国内のマスゴミの情報を見て読んでるともうよくわかんないと。要するに何が問題かっていうのが確信に触れないんですね。ぼかすんですね。これハンギョレ新聞の東京特派員が書いてるんです。肝心の東京の大手マスコミは書かないようなことをハンギョレ新聞の若い記者は書くんですね。反対優勢ですね、これね。それから基本所得の実験から3年農業者若者児童手当広がると。これですね、先ほど画像を出し、お見せしましたけど、着実に韓国はベーシックインカムの支払い、基本所得って言ってますけどを地方自治体を中心にして広がってるんですね。えらい違いですね。それから英国与党地方選大敗でメイ首相に辞任圧力と。議席は3割減だと。北アイルランドは地殻変動起きずということで、日本経済新聞ですね。日経は登録すると10本まで、月10本まで、ただで見れるんですね、ネットで。日刊現代も10本までかな、登録すればね。せめてそのぐらいしろよって言うんですね。あとル・モンドなんかは、あるいはこの前のジュグナード・ディマンシュなんかは調査報道の長い記事をですね、1本100円払えば読めるんですね。日経新聞。労働党も保守党と労働党二大政党が大幅に、イギリスの地方選挙で、議席を減らしているということなんで、結局既存の二大政党は問題解決、する能力がないというふうに選挙民は見てんでしょうね、イギリスでも。まあ、日本もそうですよ。そして今日の6番目、ドイツ銀行トランプ氏の財務情報提出手続きを開始したと。ニューヨーク州の召喚状を受けということで CNN ジャパンですね。だからドイツ銀行がトランプに対してかなり、融資しているということで、トランプの財務状況を調べるためにニューヨーク州の検察が召喚状を出したということに対して、手続きを始めて、トランプはそれが出るとやばいということで、差し止めの裁判を裁判所に訴えたということなんですね。だからトランプっていうのは本当あれですよ、裏側は真っ黒ですよ。これが出ればやばいでしょうね。そして、今日の重要情報。新天皇が一般参賀のお言葉で憲法違反の儀式、献儀等
承継の儀に言及復活する国家神道の神話ということで、私が先週の木曜日でしたっけ、いわゆる三種の神器っていうのはまさに現実とは関係ないでっち上げた神話、作り上げた神話の中から生まれたものであり、それを天皇の代々万家一斉の天皇制を証明する証拠として、儀式に用いることは憲法第20条第3項、いかなる宗教活動も禁止すると、国及び、国家機関に違反するということをメインテーマに取り上げたんですけど、まさに同じような趣旨で、復活する国家神道の精神、国家神道の神話が復活するという、リテラ独特の切り口で、なかなか優れた記事ですよね、これね。ということで、です。現在、時間が56分37秒ですね。視聴されている方が同タイムで49名様、全体で96名様、コメントが66件ですね。そして、これの朗読ですね。日米合同委員会の研究ということで、ちょうどあれですよ、今日の毎日新聞の欧州4カ国では自国の法律で米軍の訓練の規制しているにもかかわらず、日本は何の規制もないと。何なんだって言ったらこれなんですよ。これがあるからですよ。すべて、米軍様の言うことをご用聞きしているということなんですね。で、今日の読むところは第8回目ですね。アメリカ側が議題のメモランダムを作成する手順ということなんですね。これがまさに今日のトピックスの一番で取り上げた、なんで日本だけが国内法で規制できないのと、米軍やりたい放題じゃないかと、その元凶がこの日米合同委員会、ちょうどここ今日読むところですよね。読みますね。在日米軍司令部の内部文書合同委員会と文化委員会にも、日米合同委員会ではこのメモランダム方式が取られていることが書かれていると。そしてアメリカ側はどのようにして議題のメモランダムを作成するのかも次のように、説明されていると。アメリカ側が議題として取り上げたい各事項について、それらを担当する在日米軍司令部の各部局や在日米軍陸軍海軍空軍海兵隊の各司令部が前もって検討した上でメモランダムを起案すると。それを在日米軍司令部副司令官のもとに置かれた日米合同委員会事務局に提出して正式なメモランダムとしてまとめると。つまりメモランダムには在日米軍司令部の各部局、在日米軍陸軍海軍空軍海兵隊の各部司令部の意向、すなわち、軍事的、観点からの要素が確実に反映されるようになっていると。そして合同委員会と文化委員会では日米合同委員会の本会議、分科会委員会、部会などに出席したアメリカ側代表代理や米軍の各担当官は会合の要旨を毎回在日米軍司令部の各部局、在日米軍陸軍海軍空軍
海兵隊の各司令部に報告しなければならないと説明されていると。その情報がまた次のメモランダムの作成に生かされるわけだ。このメモランダムに加え、各文化委員会で協議の上合意された内容をまとめた覚書や報告を必要に応じて日米合同委員会の本会議に提出され承認を受けるという方式が取られていると。メモランダム韓国文化委員会や本会議の議事録合意文書などはすべて英語で記述され保管されていると。アメリカ側の日米合同委員会事務局スタッフが各会合の議事録や承認事項を取りまとめて文書にし、必要な部数を日本側に渡すと。日本側の事務局スタッフ外務省北米局日米地位協定、室は合同委員会の活動のインデックス目録を目録と合意事項を編集して文書にし、必要な部数をアメリカ側に渡すと。合同委員会と文化委員会ということなんですね。だからもう完全にこれはアメリカ側のメモランダムの作成の手順なんですね。次、明日ですね、非公開の日米合同委員会文書というところですけど、日本側は非公開なんですね。ということで、もう在日米軍、陸軍、空軍、海軍、海兵隊、この4つの在日米軍の軍事的な必要性がある場合は全て吸い上がって、それをメモランダムとして日本側に出すと。でそれがもうほとんど一方的に日本側に受け入れさせるということだから、国内法全然関係ないんですね。だからこの日米合同委員会を解体すると廃止するということしかないんですよね。そのことを誰も言わないと。野党議員も言わないと。マスコミ言わないと。学者も言わないと。オピニオンリーダー誰も言わないと。一体誰が言うのかということですよね。K さんコンティニューコインですね。そして、2つ目の朗読、これですね。日本が自滅する日、石井幸喜さん、暗殺された石井幸喜さんの最後の遺書みたいなものですね。素晴らしい本ですよね、これ。今日はこれか。第2節ですね。高速道路、港湾、空港、農道の実態と。それの第76回目ですね。羽田の国際線利用の道を塞ぐ国土交通省というところですね。これちょっと本よりも書き起こしたところの方が読みやすいんで、こちらの方で読みますね。これ助かりますよね。全文書き起こしてくれてるから。第3章ですね。公共事業という名の収奪システムと。この中の第2節ですね。高速道路、港湾、空港、農道の実態と。で、今日は羽田の国際線利用の道を塞ぐ国土交通省と。ここ読みますね。運輸官僚の主張が合理性を全く欠いているのが羽田空港の場合であると。
1兆5000億円をかけた沖合展開は完成し、すでに24時間運用を実施しているのだから、夜間は国際便に利用するのが最も合理的であると。しかも3000万人の人口を持つ首都圏メガロポリスの空港として成田の能力はあまりにも過小であると。成田空港発着能力が年13万回なのに、ニューヨークは2カ所の国際空港で74万回、ロンドンは59万回であると。羽田を国際線に利用すれば、首都圏はニューヨーク、ロンドン並みの玄関口を用意することができるのだが、羽田の国際線利用に踏み切れない。その理由はただ一つ、成田を国際空港として建設できた運輸官僚のメンツであると。バカだね、本当。一方、関西空港を経営する第三セクター、関西国際空港会社、大阪市泉佐野市の累積赤字は平成12年度で末で1730億円に達したと。平成10年度末には1333億円であったから、2年で400億円も膨らんだことになる。旧総務省が平成12年1月27日に発表した同社の財務調査結果だと。同社は空港島の建設費1期事業分にあたる1兆5000億円の7割を借入金で賄ったため、年間4、500億円の金利負担に苦しんでいると。平成2年には黒字となり、15年には配当できるという当初の約束にはほとんど程遠い現状だと。いつも嘘ついてるんだよね。需要予測は大幅に狂っていると。着地料収入も予想を下回り、今後の伸びは期待できないと。旅客ターミナル便のテナントも撤収が相次ぎ、テナント料収入は減少傾向に転じていると。関空会社の累積赤字は今後膨らむばかりで、解消される見通しは皆無と言っていいと。関空でさえ赤字体質だというのに、平成10年には中国新国際空港が着工されたと。空港建設の事業主体は成田が公団、関西空港は第三セクターの特殊法人であるが、中部の場合、形の上では民間がほぼ全額出資する株式会社になったと。国は特殊法人を通して資金を出すが、そのほとんどを将来の返済が必要な貸付金とせず、空港用地を事業主体会社と共有するための代金として拠出すると。このため当面は返済を求めないとされていると。総事業費は8000億円で、そのうち3200億円は無利子資金、うち2123億円は国に頼ると。このほか4800億円の有利子借入金を使うが、これについても正方針をつけるなど、国への依存度が強い資金計画となっていると。東京名古屋、東京仙台の両航空便は新幹線との競争力がないことが実証されて姿を消したと。中部新国空港が関空以上の営業成績を出すのはまず無理で、国の金をどんどん吸い込んでいくブラックホール的な事業となる公算が大きいと。それなのになぜ中部新国際空港なのかと。中部エゴはわかるが、旧運輸省がわざわざそこに一枚噛むのは政治の見えない事情があるのだろうと。こういうことですね。ということです。中島さん、正文さん、維新は売国度自民党の別動隊ですかと。そうですよ、別動隊ですよ、完全に。ということで今日の放送、月曜日の放送、これで終わりですね。時間が1時間66分ですね。69分24秒。閲覧の方が53名と110名様。コメントが全部で74件ですね。ということで、たくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとたくさんのギフトいただいてありがとうございました。ということで今日月曜日の放送はこれで終わりです。また明日ですね、今日みたいに、9時までの間に放送開始できればと思いますので、もしよろしければまた明日合流していただければ幸いですということで、
今日のワイワイニュースライブはこれで、終了します。お疲れ様でした。砂ずきんさん、情報共有のためはツイッターアカウントでコメントをしてくださいということですね。中島正文さんに対するご注文ですね。砂ずきんさん、日本は米軍の占領地、そうです。100% 米国の植民地だと。土山純一さんですね。お茶爆点とコンティニューコイン2枚ですね。ということで、今日の放送また来ます。よろしくお願いします。そうですね。できたらツイッターで、情報共有拡散していただきたいということですね。このキャスは一言コメント、一行コメントをお断りしてますのでよろしくお願いしますということですね。ということで今日の放送これで終わります。お疲れ様でした。終了します。